これそもそもなんで CEO の方来られなかったんですか？CEO 今ニューヨークに一緒に行ってまして、今回の課題ってそのマーケティングとその開発で、手が足りてないっていうところだったと思うんですけど、もうちょっとだから具体に落として、そもそも人材が欲しいのか、そもそも資金調達したいのか、どういう部分で課題があるんですかね。はっきり言うと人材なんですけれども、人材が欲しいという言い方をするとちょっと語弊がありまして、過去にもいわゆる CMO クラス弊社の方で採用してきました。ただしなかなかうまく会社にフィットしなかったというのもあって、これはいろいろな側面あるかと思います。それ外注に任せるとダメなんですか？マーケティングの部分とかをデジタルマーケティングとかウェブマーケティング領域の人間に、他社さんに投げるとかはありってことですか？あるんですけれども、つくつくというこの特殊なプロダクトを肌で見ながら売っていくっていうのがなかなか外注の方にもお願いをしたことがあるんですけれども、例えば月に1回鎌倉に来てつくつく乗っていただくだけではなかなかこの商品の良さを伝えるの難しいのかなと正直思っていて。人力車モデルはどうなんですか？人力車、いわゆるもう少し単価を上げるという意味です。違う。ドライバーは日本人、バイリンガルとか中国語喋れる。ホテルのロビーとかに観光しますよと、ガイドで美味しいレストランとかアドリブにその街を精通してて写真も撮ってあげてっていうドライバーを雇うんですよ。人力車の時速って数キロだから5倍ぐらいのスピードで回れるでしょ。だからそういう代理店みたいのをやって、その人力車の人はそのリース代の一部もしくは全額を持たなきゃいけない。だから営業しないとその日の黒字にならない言って、そいつらがやると。そしたら言語のあれもないし、免許のリスクもないし、誤運転とかハンドルもこんなやつでしょ。全部解決する。そうすると次の問題としてタクシー業界との併用っていうのが出てくると思うんですよ。そこって多分今日本としては利権のところなので、タクシー業界としてはそこが送迎をするっていうのはなかなか、難しいところだと思うんですよ。人力車はセーフなんですよね。ループが競合になるのかなと思うんですけど、例えば観光地にループがあったとして手軽に移動できますっていう形になっている状態で、こっちを選ぶ理由って何なんですか？ループで移動できる観光都市が少ないからです。そもそもループが攻め込んでないっていうのもあるんですけれども、観光都市、例えば沖縄とかの観光地を想像していただいた時に、恩納村のリゾートを半径12、3キロで回るってなった時に、ループでは遅いかつ暑い、スピードも出ないっていうところで実は回りきらないっていうところがあって、じゃあ車でいいじゃんってなると思うんですけれども、車だと大げさすぎるよねっていう、実はそういった移動がかなり観光地にはあるなっていうのが、本当にレンタカーとループのその間を取ってるってことですね。ループとの差別化は分かるんですけど、レンタカーとの差別化がいまいちよく分かんないですね。今要はタイムスって乗り捨てで軽自動車で、しかもアプリで瞬間的に借り入れて止めるところいっぱい、要はループの車版みたいな形で車両結構多いじゃないですか。観光地に限ってその需要を満たすだけの車両があるかどうかっていうのはこれは別問題として、御社が全国的にサービスを展開していくときに、じゃあタイムズの今のサービスと御社の違いって、手軽だって言うんですけど、ドアがあるかないかぐらいじゃないですか。道路交通的には車と同じですよね。問題ないです。区分がバイクなので駐輪場にも止められますし、車のコインパーキングにも止められるし、鎌倉とかだと本当自転車5、6台分くらいみたいな駐輪場だけ置いてる飲食店さん結構多いんですね。でそういったところにつくつくであればもう止めちゃっていいよみたいな。駐輪場で止めれる。そうですそうです。そういった手軽さもあります。さっきのさ、タクシー言うんだけど、ガイドドライバーって言って、ガイドの資格を持ってる人には緩和されて運転してもいいってなってるよね。観光客とか観光地、それだったら案外いけると思うよ。ガイドドライバーって検討したことある？検討はしたことはあるんですけれど、なかなかその事業計画聞いてみたときに相当単価上げないと人件費の部分どれくらい合わせられるのかなっていうのは。欧米とか中国の人からしたら今の円安で考えたら多分1日3万4万を払うと思うね。人がいてカメラ撮ってくれたり通訳してくれたり、不慣れな土地に美味しい店とかお土産屋さんとか映えるスポットとか連れてってくれるでしょ。めっちゃ楽じゃん。タクシー代もかかんないし、5万円とか払う人いるんじゃないの。20日間働いたらそのガイドドライバー100万円以上売り上げ、御社2割払っても80万でしょ。車両費もその人のが借りてたとしてもさ、3万円か4万円払うじゃん。全然やりたい人いるんじゃない。でその人はホテルのフロントで5カ所ぐらいのね、そこで営業もしちゃうから。いわゆるもうタイのつくつくタクシーと一緒ですよね。ある意味で休日はガイド休んでもらって一般利用客にその車両を貸してもいいしね。実現するにはどういったまずガイドの人いっぱいいるじゃん、全国に。その人50人ぐらいインタビューしてみたら、日給が上がって原価ちょっとかかるけど、で交通手段も自分で運転できていいんじゃない。自家用車だと駐車場と大変じゃん。多分これ見てる人でもガイドをやってる人で俺やりてえってのいると思うよ。山本さん
が言ってるところも、要はもうビジネスモデルの根幹を変えることだと思っていて、で僕も実際根幹を変えないと儲からないものなんじゃないのかなと思ってる節があるんですけど、仮にこれが今の単価とかやってるビジネスモデルのまま利用者数とかが10倍になったら、これは黒字になれるんですかね？なれると思います。台数も10倍ユーザー数も10倍だったら赤字も10倍じゃん。ただそのバッテリーの例えばインフラを組むことによってオペレーションコストを削減したりとか無人化していくことによって十分作れるのかなとは思います。今のオペレーションのやり方で進めるのであれば、それを目指してんじゃないんじゃないの？もっと稼働率を上げるとか。はい、今の稼働率でいいの？いや今よりも稼働率はもちろん上げますよ。要は結局今って充電の時間のロスが発生してるんですよ。脱着式のインフラが街の中にあれば、例えばじゃあ 25% のトゥクトゥクの状態でスタートしてもいいんですよ。最初にステーションに寄るだけなので。ただ今の場合だとこの車両 25% なので今日は1日お休みですってなってしまうんですよ。再配置だったり充電するスタッフが来ない限りは。バッテリーだけたくさん在庫があればいいんでしょ？そういうことです。で今の一番の課題はそこっていうことですか？ある意味その3速のわらじとかっていう話を除くのであれば、ある意味稼働率を上げるというのがもうシンプルに課題です。なんかビジネスの改善会議みたいになっちゃってるんですけど、なんか相談としてこっちがオファー出したいときにいまだにちょっと課題が何なのかちょっとよく分かんなくて、さっき人が欲しいけど人ではないみたいな、マーケ担当者が欲しいけど外部には頼みづらいっていうと、具体的に例えばこういうオファーもらえたら御社さんとしては嬉しいですっていうのは具体的にあるんですか？平日の稼働率を上げるための集客認知度アップか施策か。そうです、いわゆるインバウンドのマーケティングの部分のところはぜひちょっと外注したことがないのでぜひ検討したいなと思います。オファーしやすい内容で想像がつくものだと、要はマーケティングを代行するだと、要はこっちのその車の知識がないのでできないんですけど、要はマーケティングをコンサルティングするみたいなアドバイザーみたいな立ち位置だったらやりやすくあるんじゃないですか。例えば広告代行してほしいのか SNS 代行してほしいのか、その平日の稼働率を上げるためのマーケティングを丸投げしたいのか、何が欲しいのかがちょっとまだ伝わってこないんで、なんか提案のしようが今ないというか。もっと丸く言うと、何に困ってはるんですかっていうその稼働率を上げるための何か稼働率もしくはユーザー単価を上げる。一番は平日のその稼働率が上がってないっていうところが課題だっていうことなんです。はい、そこはそもそもその需要があるっていう認識なんですか？なんか需要がないから回んないのかなと思って。需要がないというよりは土曜日日曜日にターゲットしている方々の需要がないだけであって、マーケット自体はあると思っていて、それがインバウンドかもうご高齢の方の移動しかないんですよ。そこにどう差しに行くかっていうだけかなと思います。海外のメーカーから要は輸入みたいな感じでしてるわけじゃないですか。別に他の会社もやればできるわけじゃないですか。他の会社はなんでやってないんですかね？儲からない。他の会社多分できないと思います。例えばですけど、日常の領域に特化して輸入代理店で買い物に使いたい方に小型の EV つくつく売るとか、そういったビジネスの構築はそこまで難しくないというか、実際いますので競合で。ただその観光でオペレーションを組んで、いわゆるオペレーションで出てきた課題を開発にフィードバックしてっていうところまで張るっていうのはなかなかまだそこまで儲かんないから出てこないってことだよね。それもあると思う。御社がもし利益10億とか出だすとモノマネ出てくるかもしれないね。ありえますね。そこでちょっと違う戦いで苦しくなるかもしれないけど。そうですね。だから逆に言うとそういったところのためにバッテリーのインフラであったりとか無人化であったりっていうのを、いわゆるファーストペンギンとして進めたいなっていうのが。だからさ、まず課題はもう平日だけじゃん。メインターゲットは外国人だろうと、曜日関係なく来るから、その外国人がどの段階でこのトゥクトゥク乗りたいというふうにタッチポイントをどこで作るか、飛行機乗る前なのか来てからなのかホテル泊まってからなのかって言った時に、多分俺来てからだと思うんだよね。俺例えばアメリカ行くよドバイ行くよと、その前からさ、そのラストワンマイルの細かいとこまで予約しないじゃん。タクシーとかもうホテルのロビーにガイドコーナーを作ってもらって、そこに人力車みたいに人がいて、いろんな言葉でコミュニケーションをして、私案内できるよ、車持ってるよって言ったらじゃあいいよって、そのリースのところも御社が介入して、リースバックっていうモデル分かる？御社が間に入って最後の借りる人に10リースみたいなするの。リースバック方式の10リースっていうのと、ハードウェアのとこも月粗利が抜けると思う。俺を3日ぐらい社長でやらせてくんない？俺すぐこれ利益出せる。残り5分となりますが、皆さんオファーの方はいかがですか？僕はノットオファーで最初の段階でマーケットコンテンツの両立
が難しいって話で、であれば例えばうちとかだとデジタルマーケティングのコンサルとかよくやっているので、そこで提案できればなって途中まで思ってたんですけど、いやデジタルマーケティングで外部から入ってきてもらっても、CMO の代わりを外部に委託してもそれがまかり通らないってなると、じゃあ俺別に出番ねえなっていうところがやっぱり思っちゃったので、そうやって言ってる方にデジタルマーケティングのコンサルやりましょうかっていうのはちょっと変な話だなと思ったんで、ノットオファーという理由です。これやっぱレンタカーとの差別化っていうところがまだ腑に落ちてないというか、沖縄とか結構攻めてるじゃないですか。で沖縄普通にレンタカー使ってどこでも行けちゃうわけですよ。で金額的にもレンタカーより安いわけでも多分ないと思うんです。そこら辺で、レンタカーを使おうとしてる人とどう差別化していくのかっていうところがいまいち見えないんですけど。ここについてはですね、そもそもなんですけれども、皆さんレンタカーとエモビを使うんですよ。例えばレンタカーで恩納村まで来て3泊では例えばリッツ・カールトンさんに泊まっているとか、インターコンチェンタルさんに泊まっている。レンタカーこの時間ほとんど動いてないんですね。ただ近場は回りたいっていうニーズがあるので、普段使ってるワゴン R とかで沖縄の恩納村まで来たけど、ここくらいは特別な乗り物で乗ろうよっていう風に乗っていただいてお金の価値を払っていただく。あと2つ目は那覇の市内に特化すると考えると、ここってレンタカーで移動しないよねっていうエリア圏なんですね。ただユイレールだけだとなかなか移動難しいのでっていうところでニーズが出てきて、オファーで理由を言うと、入れないっていうよりかは、下手な話多分トヨタが入れないわけはないと思うので、結局儲からないっていうのがあれだと思いますし、10倍になったら儲かりそうですみたいな話したと思うんですけど、逆に今10倍くらいになってもどっちかわからないくらいの感じだったらちょっと難しいんじゃないのかな。それこそビジネスモデルの根幹を変えないとだと思ったのでノットオファーです。平日の稼働率を上げるという部分で何かお手伝いできる部分があるかっていうと、多分難しいのかなっていうところですね。だから資金調達とかバイクを買いたいと、やりたい人って社長さん結構いたりするんで、そういうのを方をね紹介するとかは可能性としてあるのかなと思うんですけど、多分課題はそこじゃないっていうことなので、今回はちょっとノットオファーとさせていただきます。では山本さんはオファー、平日稼働を上げることで年間の利益を2億円増やします。そのコンサルを 1,2 時間やるんで5万円ください。具体的にコンサルティングっていうのがどんな内容なのかというところと、ガイドドライバー以外の路線での平日稼働の部分もコンサルしていただくとしたら何かすでにありますか？まずガイドドライバーを真剣に考えたいのは、さっき言った車の所有権もガイドドライバーにしてしまえば、本社の BS 上のリスクもなくなるじゃないですか。営業マンでもあり、事故とか盗難とかクオリティも一般の人に貸すよりいいと思うし、全てにおいてまずこのガイドドライバーちゃんと誰かが考えて仕上げたら、普通に今の稼働台数でも2億ぐらいは利益増えるなと思ってるんで、それをちょっと僕は一緒に壁打ちとかやって、もしかしたら日本のインバウンドビジネスにプラスだし、面白いじゃないですか、これが発展したら。あとあなたと会話しててまた会いたいなと思ったんで。ありがとうございます。小倉さんはいかがですか？平日の課題の部分で、なかなか私の会社が協力できることはない、あるとすれば、冒頭聞いて数字わからないっつって言われて話が終わってしまったんですけど、これ車両が一つ円で、月々のオーナーさんに対して、どれぐらいフィードバックしているのかというようなところが明確に分かるのであれば、車両、10台20台というところで、ファイナンスさせていただくことは、でもリース会社だから年利本当スーパーだと思うんですよ。個人の人がそれに合わせてくれってなっちゃう。リース会社が抱えれる量っていうのは上限があると思うんですよ。こういうビジネスモデルのいいところっていうのは、御社のリースの上限を超えた分に関して車両の調達ができるっていうところがメリットなので、ビジネスモデルとしてこれ1000台って目標って書かれましたが、1000台をやると多分リース会社では賄えないはずなんですよ。だから伸びてきた時の問題点っていうのは、この車両をどのような形で調達するのかっていうのは多分課題として出てくるはずなので、ある程度利回りでオーナーさんつけてレンタルで買い上げてリース料をバックするっていうところで回るんであれば、面白いビジネスモデルになるんじゃないかなというふうには思いますね。私がオファーできるとしたら多分今回そこのとこかなというふうに思いますね。今現在ですね、単純ないわゆる投資商品としてっていう投資だとなかなか集めにくいというのは正直なところです。ただ例えば鉄道会社さんであったりとか、そういったいわゆる一時交通の方に逆にアセットオーナーさんになっていただくんですね。
そうすると純粋につくつくっていう乗り物の要は利回りではなく、駅の近くにこう電動のつくつくが増えることによって沿線の利用者の方が増えるよねとか、そういった形でただ単につくつくのファイナンスの商品としてではなく、だから本業のシナジー効果があるとこが、はい、だったら買ってもいいよと、はい、で御社としては高い金利は払わないよってことね。ある意味そこをもう逆に言うと、もう金利とかではなく、もう買ってもらう、つまり事業出資してもらうっていうモデルもあるのかなと思っています。今はだから個人の投資家とか資産家とかは当たってない、想定してない。最終的にはもうそこは限界が来ると思っているので、その1000台1万台となると。小倉さんのオファーの最低パーセンテージを伺ってもいいですか？最低何%があるから投資するというものではまずないと思うんですね。でこちらの方からじゃあ何%でっていうことになると、またもうちょっと事業を掘り下げて検討していかなければならないことなのかなというふうに思います。具体的な数字は今回出なかったということなので、ノットオファーです。はいはい、それでは質疑応答オファータイム終了です。それでは今回オファーは受けられますか？はい、受けます。山本社長の、コンサルティングお願いします。理由としては一番親身になって、今の弊社の抱えているコアの課題の部分について真剣に考えていただいて、親身になってお話聞いていただけたので、ぜひ一度お話ししたいなと思っております。オファー成立です。よろしくお願いします。ありがとうございます。